こんにちは。人生を自由にするための人生レシピです。どうぞよろしくお願いいたします。人生の逆引き時点として後悔しないためにもね、今辛い人生になってしまった結果から逆引きとして幼少期の親の接し方などお話をしていきたいと思います。私は大人の健常者と障害者の就職支援をしていますので、こうなってしまった結果から原因を探っていきます。そうすると、親が原因と思う方がね、とても多いのです。もしかしてこの方、家庭環境がこうでなければ違う運命になってたのではという方も多いです。子どもの頃のね、辛い体験からね、抜け出せない方々の悲痛な叫びを聞いてほしいと思います。特に親が子どもに対して愛情を持つやり方が間違えている方も多く見てきました。すでに動画で上げているダブルバインドもそうですが、子育て中に知ってほしいこともたくさんあります。そんな一例をね、逆引きで紹介していきたいと思います。これからのね、お話はとてもきつい言い方に聞こえるかもしれません。ごめんなさいね。悪意はありません。そして前置きが長くて申し訳ございません。人はこうしたらいいよと言ってもなかなか聞く耳を持ちませんが、マイナスから打ち出すと少しでも聞いてもらえるので、このような失礼な言い方になることを先にお詫びいたします。自分で決断ができない子に育てるためには、何でも親がこうしなさいと命令をしてみましょう。そして何か子供が自分で決めると否定してみましょう。そうすると何歳になっても自分で決められない子になるでしょうし、依存性が高くなります。そして社会人になったとしても指示待ち人間となって社会では阻害される存在になるでしょう。本当にね、ごめんなさい。こんな言い方ね、本当に失礼だと思います。私もね、言いにくかったですよ。こうなってしまった方をたくさん見てきて、現在もたくさんの方々を支援しています。皆さん涙して抜け出すために大変な労力と時間がかかりますし、生きていくことさえしんどいと思われる方々も本当に多いのです。親御さんをね、決して責めることはできません。せめて今子育てをしている人にやめてほしいのです。ではどうしたらいいのかしらね。逆にやればいいわけです。決断ができる子に育てるためには、親がね、こうしなさいといつでも言うのではなくて、聞いてみてください。あなたはどうしたいの？子供に決めさせるようにします。それがね、たとえ非常識であっても、他の方法を示してあげることもできますし、小さなことからやってみればと促すといいですね。そうすると自分で決めれるようになるし、自信も持てます。社会に出ても指示待ちどころか、率先して行動できる人になるでしょう。漫画家のね、手塚治虫さんってありますよね。いらっしゃいましたよね。医師免許も取得した後に悩まれたそうです。漫画家と医師と進路をお母さんに相談したそうです。お母さんは、あなたはどちらが好きなの？どちらが楽しいの？と聞かれたそうです。おさむさんは漫画家をね、決断したそうです。医師としてのテクニックが漫画にも反映されていますよね。素晴らしいお母様です。普通はね、こうなりますか？医師の方が手堅いよとか、安定してるよとか言ってしまいますよね。だってね、医師をやりながら漫画も描けそうじゃないですか？これは偉いな思いました。さすがに私もアドバイスしてしまいそうだなと逆に考えました。以前に本当にあった就職支援の出来事です。せっかくとてもいい企業に内定した翌日です。先生、マル社、辞退します。またか。実はね、多いんですよ、こういうのね。少しげんなりです。就職支援、私すんごい頑張りましたよ。それでね、理由を聞きました。母が、会社がね、一部上場だし、いい会社だからそれはいいんだけど、有期雇用ってどういうことよ？再就職することになるから正社員にしなさい。ここはもう辞退しなさい。と言われたというわけです。
最近はね、有期雇用がね、とても多いんですよ。その中でね、優秀な人は正社員になった人もあるし、契約更新さえ普通にあることです。会社もね、毎年コロコロ変えると会社側がね、しんどいですよね。解雇できないので、こういう風潮に最近はなってきています。そんなことももちろんお話をしましたが、本人は何を言っても母がばかりで決められません。そして本当に辞退してしまいました。しばらくして小さい会社ではありますが、待遇も良かったし、正社員で見事内定しました。そしたらですね、またお母様が、そんな会社聞いたこともないから一部上場の会社にしなさい。ありえんですよ。そして心配した通りです。精神疾患のね、病気にね、とうとうなってしまいました。お母さんの時代の就職活動は今の時代では通用するということは絶対ありません。通用しません。ですが、お母さんのね、狭い視野で子供操縦してしまった結果です。操縦ですよ。お母さんが子供の人生をね、自分が思うように操縦してしまったという結果ですね。子育てにね、絶対にこれがいいとかいうのはないと思ってます。なぜならね、子供の個性も違うし、家庭環境も違いますよね。これが絶対にいい子育てというのは当てはまらないかと思っています。でもね、絶対にしてはいけないというのはあると思います。先ほどの事例は親が監督になってるんですね。親はあれこれ指示をするのではなく、応援団として見守る方がいいと思いますよ。たとえね、テストの点が悪かったとしても悪いこと言ってはいけませんね。もちろんテストの点が悪くても悪い子ではありませんね。テストの点が悪いというのは物事の結果が悪いということですね。悪い子というのはその子の本質であるアイデンティティを傷つけてしまいます。子供の頃の親のね、言動はすごい剣として成人しても未だ刺さってしまうほど、すごい効力を発揮してしまうことになってしまいます。じゃあどうしたらいいのっていうことですよね。たとえテストが20点であったとしても、そっかと言って笑ってみましょう。内心笑えないでしょうけどもね、そこはもう笑うしかないですよ。そして次は30点を目指しましょう。いきなり80点は無理ですよね。できることから少しずつです。そして30点をね、取ってきたら褒めてあげてください。そして他にね、できることもできたことも褒めてあげてくださいね。もう一つ逆事例としてね、本当に優秀なお子さんだったそうです。90点を取るとなぜ100点じゃないんだと言われ続けて、もう何もする気もなくなってしまって勉強をやめてしまって、もうそこから堕落してきましたという方に出会いました。その方のお話を聞くと、100点を取るとお母さんが喜んでくれるから頑張っていたそうです。勉強はなぜしたのと聞くと、お母さんのためにしたと言われました。そしてすっごい涙されていました。そして95点を取ると嫌な顔をして何も言わずにどこかにお母さん行っちゃったそうです。何か言われなくてもその態度でね、子供は悟りますよね。お母さんの感情を読み取るわけです。だから100点を取らない自分は悪い子であっていらない子であるとさえ自分で言われたのです。もうなんていう不幸なんでしょう。もう一緒に泣きましたよ。それは100点というパーフェクトを取るとすごくいい子であるという定義づけですね。95点という点、少し間違えたことを認められないという、これはね、親の言葉の暴力にさえ感じてしまいました。これはね、先ほどと同じでアイデンティティが傷つけられていますね。100点を取っても取らなくても、どんなあなたでも愛してるよということがないとダメですね。点ではなく、どんなあなたも私の子供であり、愛してるよということをしっかり伝えなければ、我が子であっても伝わりません。成し遂げようとする事柄と子供を愛しているということを
分けて考えると分かりやすいと思います。優秀な我が子であれば愛していて、できない子は愛さないということは決してないと思います。物事と一緒にしてしまうから、親子間のボタンの掛け違いができてしまいます。もし子供にあれこれ先回りして指示をしているとどうなるか考えてみましょう。怖いと思いませんか？子供がつまずく前に石を取り除くわけです。失敗と書いて経験と読んでみると少し気が楽になりますよね。子供のうちにたくさんの失敗をね、という経験をさせてあげましょう。失敗を乗り越えてこそ大きな壁も乗り越えることができます。とても多いのが、学生の時はお母さんが守りすぎてあれこれ指示を出してくれた。だけど手が出せない社会人になると、小さな失敗ですぐに会社を辞めてしまう。それの繰り返しは子供を不幸にしてしまいますね。子供のうちにたくさん失敗という経験をさせてあげてください。子供が何かやらかしてしまったとしてもね、他人に迷惑をかけてしまったとしても、その時はね、一緒に頭を下げに行ったらいいです。その時はね、とてもいい教育現場になると思いますよ。子供は親が必死に他人様に頭を下げている姿を見せてこそ反省ということを覚えます。その後しっかりフォローして、逆にそのご家庭の方とね、仲良くなれる場でもあります。ピンチはチャンスなりという実践教育ができます。そう思うと気持ちが楽になりませんか？年齢を重ねてね、今周りを見渡してみると、幼い頃にやんちゃでお母さんがよく謝りに行っていたようなお子さんは、今社長業や重役をしていたりしますし、一方学校の時にね、すごく優秀な子はなぜかニートであったりします。モンスターペアレントで、何かあればすぐに学校に言いに行っていたご家庭に育てられた子は、やはりこれも同じです。頭はいいので就職できますが、すぐに何かあると辞めてしまいます。これを繰り返している方が多いのです。子供の頃に優秀であっても、社会で優秀であるとは限りませんよね。お子さんの真の愛情をもう一度考えてみていただきたいなと思います。今日の一言です。子育ては応援だ。子供は失敗もね、経験です。逆に子供の頃にたくさん失敗した子の方が経験を積むことになります。大人になって大きな壁も乗り越えれるようになります。子育て頑張ってくださいね。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ご縁に感謝です。人生を自由にするためのレシピをたくさん紹介していきます。自由に生きていきたい方をいっぱいにして、お互いに相乗効果を出していきたいと思っています。チャンネル登録だけしておいてくださいね。またその時にご案内ができるかと思います。ミラクルを起こしていきましょう。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝です。